今日は皆さんに国際結婚について話すで。What's going on 日本リクエで。今回の動画はね、マレーシア人の男性と日本人の女性の国際結婚について有名な YouTuber をインタビューしてきたで。早速見ていきましょう。Let's go! じゃあ今日はね、LiuTV から2人来ていただきまして、自己紹介お願いします。はい、僕たちはLiuTV です。はじめまして、こんにちは。リュウです。ゆまです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはディックやで TV ですよね。ディックやで。本当にずっと会いたくて、もう今日本当楽しみにしてました。ありがとうございます。ありがとうございます。わざわざはい、東京に来てもらって。こちらこそ声かけてもらって非常に嬉しいでございます。いや、もう前から見てるんでね。で、今日はね、トークテーマはね、国際結婚について話したいかなと思うんですけど、ね、リュウさんはね、私と同じでマレーシア出身なんですけど、はい、よく多分日本人とか中国人とかいろいろ言われたりするとは思いますけど、見た目的にはそうですね。実は純粋のマレーシア人です。純粋のマレーシア、そう、マレーシアの中華系ですね。マレーシアの中華系ですね。で、これはユマさん、奥さんですね。はい。奥さんは日本人ですね。バリバリの純粋の日本人でございます。純粋な日本人でございます。どれぐらい結婚されたんでしたっけ？結婚は1年前、1年半か。1年半前ですね。はい。ディックさんは先輩です。先輩です。いや、でもほやほやですね、まだ。いや羨ましいでございます。ということで、マレーシア人と日本人の国際結婚ですね。私の家庭と同じですね。そうです。全く同じですね。マレーシアと日本のカップル。そうですね。そう、ちょっと変わったところとしては、私はイスラム教ですね。で、奥さんも日本人やけど、イスラム教に改宗して、結婚しましたっていうことで。リュウさんとユマさんは、そう、宗教のああいうのないですね。ないですね。そう。私家は一応仏教ですけど、でも私の代はそんななんかそういったルール、そう、宗教上のルールはあんまないですね。ああ、なるほどね。はい。で、そういう面では多分違いますね。お互いの家庭違いが結構あるかなと思います。同じ国で言っても多分その国際結婚の間の異文化は違うんですね。そうですね。違うんですね。そうですね。それについていろいろ語ればいいかなと思いましてね、今日この動画を作ります。はい。まずね、ちょっといつも気になるんですけど、国際結婚の朝ごはんなんですけど、どういう感じですかね。私の場合は、奥さんが納豆が好きで、基本的に納豆を食べてるんですよ、朝は。で、私がパンが好きで、基本的にパンを食べてます。ディックさん納豆を食べないんですか？食べないですね。ちょっと頑張っても無理ですね。あ、そうだったんですよ。私は好きですよ。あ、そうなんですか。そうです。一緒に納豆ご飯を食べます。僕たちは朝晩は別々ですね。好きなものを食べてます。でもそれで奥さんが作ってくれるんですか？ディックさんのだけのパンみたいな。いえいえ、自分が食べたいものを自分らで作ります。セルフスタイルです。自由な家庭。自由な感じですね。なるほど。そっちはどうなんですか？まずですね、朝ごはん食べない。そうなんです。逆にそうですね。なんかこっちは仕事が一緒で、今そう YouTube やってて不規則ですね。そうですね。夜遅くまで起きてて朝寝坊しちゃうみたいなスタイルなんで、朝ごはん基本的に食べないよね。昼からスタートするもんね、ご飯が。その時は同じものを食べるのが普通。そうです。同じもの食べますね。私も納豆好きでよく納豆ご飯を食べます。あれ、茨城でしたっけ？そうです。納豆が有名な茨城。でも食べないんですよね。無理です。頑張っても無理やな、納豆は。じゃあドリアンは食べれます？ドリアンは全然。ドリアン逆にダメだ私。そう。だって納豆はね、ネバネバと臭さの組み合わせがあかんの。臭いですよね、でも。そうですね。ドリアンはね、臭いとは思わないから全然平気なんですね。納豆とドリアンミックスして食べたことあります？ないですよ。熱出そう。なんかやばくないですか？体壊しそう。果物とだってもうね、豆。逆に見たいもん。逆に見てみたい。食べてみたいですね。そうですね。ちょっともしかしてドリアンが納豆の臭さを消してくれる。化学反応が。ネバネバドリアン。ね。いや、危ないよ。絶対体に悪いって。そうですね。壊しちゃうんですね。ちょっとテーマ変わりましたね。なんか急に食べ物のテーマになっちゃいましたね。
ゆうまさんはね、はい、マレーシアに来たことがありますか？あります。ありますね、何回も。はテレビ番組もあるんですね。日本人妻が見たっていうやつなんですけど、ちょっとマレーシアに来てリュウさんの家庭に行って、なんかびっくりしたこととかありますか？どうですか？初めてマレーシアに行った時にびっくりしたことたくさんあるんですけど、一番びっくりしたのが、別にリュウの家庭がどうのじゃないんですけど、朝ね、寝てる時に多分4時ぐらい、5時ぐらいになんか外から音楽が流れてきて、あれびっくりしました。家の近くにちょうどもう本当歩いて3分のところにあるんですよ。あれはイスラム教の朝の挨拶みたいな。そうですね、お祈りのコールですかね。簡単に言えばお祈りの時間ですよ、起きてお祈りしましょうっていうコールですね。すごいびっくりするんですよね。なんかびっくりしたんですよ。普通にそれがあってもまあもう子供からね聞いてるから無視するんですけど、ユマはもう本当びっくりして朝起きて「リュウさんリュウみたいな、こうどうした？なんか怯えてたよね。みたいな、何みたいな。初めてまず歌を聴くし、しかも音もね本当に街中にスピーカーっていうかでっかい音で流れ始まって、何が起きたんだろうと思って、あとなんかワンちゃんも一緒に泣きません？ワンちゃん一緒に「おー」って泣いてるよね。一体何が起きたんだろうと思って、すごいびっくり、なんか焦りました。火事じゃないかなみたいな。そう何かが起きてるんだと思って。その言語も多分聞き取れないから何みたいな。よく聞きますね。そうかそうか。うちの奥さんもびっくりしたことありますね。びっくりされてましたか？そうですね。あとはマレーシアに行ってなんかね、日本と違うなと思ったのが、時間の流れがすごくこうゆっくりに感じる。皆さんのなんか歩くペースとか、なんだろう、時間を気にしないでこう自由にいられるなっていうのを感じました。そうですね。1日24時間もありますからね。それは日本も一緒だ。そうですね。日本も一緒ですよね。だけどね、東京とかすごい忙しく早歩きで歩く人多いじゃないですか。そうですね。マレーシアで私ね、走ってる人見たことないんですけど、走りますよね、マレーシア。それも多分ね、自分が住んでるサラワクとクアラルンプールの差があるかもしれない。東海はまた少し早いですよね。私の方はやっぱりちょっとなんかみんなゆっくりですね。そうですね。車を運転する時だけは急ぐんですね。そう。車めっちゃ速いんですよ、みんな。それだけは急ぐ。歩きは落ち着いてます。それいい例えですね。共感できた。そう。でもだから私はマレーシアに行くとすごいなんかのんびりできて、日本でのなんかストレスとかこう忘れられるんですよね。だからマレーシアで生活するのすごい好きで。ありがとうございます。聞いてて嬉しいですね。多分私以上にユマはマレーシアが好きでいてくれるっていう。いや自分も好きで。そう好きだよ好きだよ。でもユマはすごいもう帰りたいみたいなこう言ってくれるんですよ。楽しみにしてます。だから一緒に行くときはなんかすごい楽しみ。あれ日本からサラワ州まで行くには1回乗り換え、そうですね。それが乗り換えしてクチンそうです。までか。また1時間ぐらい。そうです。1時間半ぐらいですね。なるほど。乗り換えがだけはすごくね。そうですね。時間がかかりますね。私今子供2人おるんやけど、娘2人でね、上が4歳で下が2歳ですね。子供をできればね子育てマレーシアでしてみたいなと思ってはいるんですけど、理由としてはねちょっとマレーシアの多民族国家っていうところが非常になんか珍しいところで、そこで育ってみればさまざまな経験ができるかなと思って、私はできればいつかマレーシアで育てていきたいとは思っていますが、2人はどうですか？そうですね。ちょうどね一回考えたことがあったんですね。どこで育てるみたいなんで、ユマはマレーシアで育てたいって言ってくれたんですよ。最初はね。そうやっぱり理由が一緒で、マレーシアで育てた方がなんかこうのびのびと成長できるんじゃないかなと思って。あとやっぱり多民族国家だから、もしかしていろんな言語の環境にあって、確かにね言葉もそうだね勉強できるんじゃないかなみたいな期待はできたんですよね。私は日本人でマレーシアのリュウ君と結婚して、自分たちはお互い好き
父同士で勝手に結婚したからいいんですけど、うん子供ってなるとね、ハーフになるわけじゃないでそうですすねか。そうですねで日本で生活する、まあ日本も今たくさんハーフのうん猫もいるけど、まあマレーシアで生活した方がそういうなんか特別に見られることもなく、まあ自由に成長できるんじゃない、生活できるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってて。なるほどねただやっぱりね、仕事がね、そうですね日本でそうですね。そうですね親がね日本にいるから。そうですねじゃあリクさんの奥さんはどんな感じですか？奥さんもねできれば子供のために考えるとまあマレーシアでもいいかなとは言ってはいますね。でただ日本のいいところももちろんありましてね、そうですね制度がかなりしっかりしてて、そう、それなんですよね。かなり子供にいろいろ子供っていうか親に結構優しいというかいろいろ支援してくれるんですね。い経済的な面も含めて、はい。あと病院とかそういう系でも日本の制度がなんかはい今見たところではすごくいいかなとは思っていましてね、ちょっと半々ではありますけど、まあ、理想って言えば半年マレーシア半年日本の通い生活が実現できれば一番ベストかなってそれ考えたことないですね。それは新しいアイディアですね。ただ子供の学校がね難しいですね。そうですよね。学校始まると難しいですよね。そうですね。だから今まだいろいろ考えていきたいなと思っております。私たちも何か相談、確まかにだいないですけど。そうもう先輩だからもうこれからもう多分相談乗ると思います。教えてくださいみたいな。よろしくお願いしますはい、頑張りますいろいろ。あともう一つね気になったのはね初めてねお互いの親に会った時っていうのはどういう印象かなっていうのがちょっと気になりますね、私の方も。まずはリュウさんユマさんの親に会った時はどういう感じだったんですか？結構前学生の時ですね。あの時はそうです。泊まりに行って、で家族と一緒に過ごしたんですよね。あの時どんな反応だった？うちの親がリュウ君のことをどう思ってたんだろう。でもね多分普通にいろいろ興味持ってくれたと思います。なんかいろいろ聞い質問てしてたよね。そう普通になんか盛り上がってた気がしますね。でもリュウはもうあの時確かに日本に来て、4年目とかか。そうあの時も多分私すでに日本語ができるからそんな違和感はなかった気がする、ね。しかもリュウの性格もすごい日本人っぽくて日本人化してたのであの時はなるほどね。すでにそうだから普通に喋ってたよね。そうですね。あんまり抵抗はなかったっていう感じですかね。そうですね。あんまりなんかその外国人だっていう感じはしなかったかもしれない。いいですね。逆にユマさんがマレーシアに行った時はどういう反応だったんですか、親？まあでもお父さんはずっとねそのステレオタイプやってたよね。おお日本人来たなんかはいはいはいみたいなこと言ってたよね。日本語で真似してなんかほらラーメンをこうする時をというやつでしょみたいな。そうリュウのお父さんすごい知ってる日本語をたくさん喋ってくれました。そうトヨタ、三菱みたいなそのブランドの名前を適当に並んでマレーシア人あるあるだ。そうだ。マレーシア人あるあるだそれ。そうもうテイクそうなんかその冗談ででも嬉しかったです。知ってるのをこう言ってもらって。そうみたいなねずっと真似してたよね。ユマさんの親も特に抵抗はなかったんですね。でもそう本当ラッキーなことにユマが中国語を喋れてこう会話ができるんですよね。多分それで安心したと思いますね。もしできなかったら私もまあ少々困りましたけど、ずっといちいちこう翻訳しなきゃそう言葉が大事ってことですね。そう言葉めっちゃ大事で、国際結婚って言ってもその言葉が分かるか分からないかで結構文化がそうですね変わりますよね。そこは非常に共感できますね。逆にリクさんどうでしたか？私も向こうの親奥さんの親に初めて会った時は多分リュウさんと同じ印象で日本人かみたいで思ったより日本人だったって言われてそれでまあそこそこいい印象を残せたかと思います。そう思いたいです。でも日本語も上手ですしすごい、ね、ユーモアもあるしね、そういうものがあって気が使える方なんで多分ね問題ないと思います。ただ唯一ね最初見た時多分ね見た目は日本人じゃないから、最初はちょっとねなんか
日本語 OK ですかみたいな。そうそうやったら英語喋ってくるみたいな。そうですね。たまにありますね。そうこっちがペラペラ日本語喋ってるのに向こうがなんかいちいちこう英語の単語並んでくるっていうの面白い。逆に分かりにくいですね。何を伝えたいのか分からなくてね。ちゃんと普通に日本語喋れやと思うんですよ。日本語で OK みたいな。そうですね。で奥さんがマレーシアに初めて行った時に親と会って、でその時も親もね思ってたよりもすごい優しい日本人だったっていう印象が残せて、なんちゅうかな日本人もいろいろあるかと思うんですけど、はい、すごい肌を見せる子もいたり、派手にメイクしたりいろいろ派手な子もいたりで、うちの子っていうか奥さんが普通の感じの人なんで、それでなんか親も好印象を持っていて、特に抵抗はありませんでしたね。よかったですね。よかったです。英語ですか、会話は？そうですね。奥さんがちょっとマレー語を勉強はしているんですけど、ちょっとずつはできて、でもやっぱり聞き取りは難しいですよね。で英語はちょっとできて、それで英語でそれなりに会話がしました。いやーどうでしたか皆さん。いや今回はね私と同じくねマレーシアの旦那様たちとあとは、日本人の妻ですね、はい、国際結婚について少しディスカッションしましてね、新しい発見と共感する部分も見つかってて、個人的には良かったかなと思います。このリ TV チャンネルにもね一緒に動画撮りました。そうですね、マレーシア留学生あるあるっていう動画を一緒に撮りまして、もしよかったらね、リンクとあとカードも載せていきますので、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。お願いします。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。楽しかったです。また機会があればね、ぜひもう一度いろいろ撮ってみましょう。やりましょう。というわけで今日の話はこの辺にしておきます。また会いましょう。以上リックとリュウ TV でした。バイブー。